ちは、 MC パークです。買っちゃいましたね、新しいバイク R1200GS です。ラリーっていうモデルですね。もうね、この間シアトルツーリングから帰ってきて GS 欲しいなってずっと旅の間持ってて、3日後ぐらいにこれを買いましたね。はい。R1200GS ラリーはアドベンチャーと普通の GS の合いの子みたいな感じですね。タンクの容量は普通のアドベンチャーじゃない、普通の GS と一緒で、サスペンションがアドベンチャーのサスペンションが入ってますね。かっこいいですね。はい、というわけでね、早速乗ってね、家に帰ろうと思います。でね、今ね、どこにいるかっていうとね、ラスベガスにいるんですよ。なんで家までは、960キロ離れてます。で今もう1時18分ですね。てか今日中に着くのは無理でしょう。深夜の何時になるか分かんないですけど、はい、というわけであんまゆっくりしてらんないんで、もう行きましょうか。久々にこのグローブ使いますね。ちょっと硬くなってる。GS といえばこのグローブなんで、よいしょ。でけえ。よいしょ。ここか。こう高えけど、なんか昔ほどじゃねえ気がするな。背伸びたか。はい、じゃあ960キロ行きましょうか。出発。高いわ、やっぱ暑い。早く行こう。マジで乾燥の極限ですね、これは。楽だなこれ。いいね、久々ですね。なんかファーストインプレッションとか行きたいんですけど、ヨーロッパツーリングで散々乗ったんでね、そんなに新鮮っていうわけでもないですけど、とりあえずでかいですね、 R90 と比べて。なんだろうな、なんかこんなエンジン穏やかだったんですね。R90 がドカドカしすぎなのかな。なんか滑らかといえば滑らかですし、パンチがないといえばパンチがないですね。いろいろモードは変えられるみたいなんですけど、ちょっとね予習しないんで分かんないですね。なんだろうね、熱い。やべえ、ほんと燃えるこれ。熱っ。なんと楽なバイク。いいな。そうだ、これオートシフトついてたよな。なんだ今のオートシフターは信用できないね。さっきちょっと言いましたけど、これは R1200 のラリーですね。ラリーってモデルです。R1200GSA アドベンチャーですね。アドベンチャーのサスペンションが入った、1200GS っていう風に思ってもらえれば合ってます。で走った感じ、さっきも言いましたけど、かなり滑らかですね。これロードっていうモードだからなのかな。 R90 とかだとこういう速度域ならなんかどこどこ言ってる感じですけど、これほんとないですね。で感覚的に僕はまだ R90 の感覚の方がまだ好きですね。よいしょ。僕は今回 R90 を手放して、1200GS ラリーを買ったのは、僕の乗り方に合ってるバイクなんですよ。どういう意味かっていうと、長距離が疲れないってことですね。この国に来てから一回バイク乗るとほんと長距離乗るんですよ。R90 も最初はね楽しいんですけど、やっぱ長距離乗ると疲れるんですよ。もともとそういうバイクじゃないんでね。だからそのピーク時の楽しさよりかは疲れない、長距離で疲れないっていう方をちょっとね選ばざるを得ないぐらい長距離ばっか乗るようになったんで、はい、GS になりましたね。めっちゃ混んどる。はい、ラスベガスですね。せっかくならちょっと遊びたいような気がしますけど、明日朝からまた授業があるんで、何としても今日帰んなきゃいけないんですよ。楽だこれ。オッケー、分かった。さっき
シフトアップが手こずった、オートシフターがうまくシフトアップの時機能しなかったのはシフト1回戻したからですね。これ戻すと入んないですね。シフトじゃねえ、なんだアクセルが。ただダウンする時は多分戻さなきゃいけないはず、アクセルをね。これストレスフリーですね。疲れないってこんなに素晴らしいことなんだね。まあそんな疲れない求めだったらもう究極車乗れって話なんですけど、カルバーナですね。カルバーナって日本でもうやってます？自動車の自販機ですね。なんかネットで注文したら車が家の前まで届くみたいですよ。ほらね、アクセル戻さないとシュッて入りますね。いいねGS。 正直すごい正直ですよ。正直に言うとかっこよさで言ったら僕はね、スタイルの好みは R90 の方好みなんですよ、 GS よりね。でもさっきも言いましたけど、自分の乗り方に合ってないと乗るのが苦痛になってくるんですよ、いくらかっこよくても。それがね辛かったですね。かっこいいのにあんまり乗りたくないみたいな。だから、このバイクのファーストインプレッションってわけじゃないですけど、バイクを選ぶときにスタイルで選ぶのは、当然間違ってはないと思います。僕もそう選んだんでね。ただ自分の乗り方ってどんな風なんかな、どんな風な使い方するのかなっていうのも合わせて考えないと、後々僕みたいに新しいバイクを買い直すことになる可能性もありますんでね。僕の場合これ買い直すっていうか、 R90 レーサーがなんかすげえなかったね。R90 レーサーがいい値段で売れたんで、これはもうそのままこうエクスチェンジみたいな感じでトレードみたいな感じでいきました。でプラスお釣りが来るみたいな。さっきからミラーが合ってねえんだよ。ちょっと市街地というか中心街に抜け出しましたね。ということでクルーズコントロールをして久々に試してみようと思いますね。多分できた。わーいいね。これ何万キロでもいけんな。なんかやっぱこうかっこいいバイクで昔から同じなんですけど、好きなスタイルっていうのはあるんですけど、こういうのもねいいなって思えてきたんですよ。ヨーロッパの時はあんまり思わなかったんですよ。アメリカに来てからねすごい思いがあって、さっき言ったようにとにかく広い国なんで一回一回のツーリングが長くなるっていうのも もちろんあるんですけど、アウトドアが楽しいんですよ、この国。キャンプ、主にキャンプなんですけど、だからねバイクに乗るっていうだけよりか、バイクに乗って何かをするっていうことが多くなってきたんで、そうするとやっぱりこう、機能性の高い、乗ってて疲れないようなバイクっていうのがねやっぱ欲しくなってきたんですよね。いいね、気持ちいい。アメリカって感じですね。いやー GS いいっすね。かっ飛ぶような楽しさではないですけど、ゆったり楽しいですね。多分ねオフロード行ったらそれはまた違うんだと思いますね。まだまだ先長いんで、別にこれツーリング動画じゃなくて、ファーストインプレッションを記録しとこうかなって思っただけなんで、この辺でそろそろ終わりにしようと思うんですけども、総評として使い方が僕に似てるツーリング、長い距離を乗るようなツーリングメインで、あとバイクに乗った上で何かをする、アウトドアのアクティビティをするとか、そういった人だと多分ねすごいいい選択肢になると思います。次もねまたロンツー企画してるんで、そのロンツーはこいつで CS 行きますんでね、ぜひまた見てもらえればと思います。じゃああとまだ900何十キロあるんでガシガシ進んでいきます。じゃあ最後までご視聴いただいてありがとうございました。動画の内容気に入っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。じゃあね。400じゃない960キロ走り切りましたよ。時刻は3時20分ですね。お疲れ様でした。さすがにねやっぱちょっとね疲れたね。疲れましたね。何時間11時ぐらいに出て、で今が3時なんで14時間ぐらいかな。
でね、疲れ具合としてはね、この間のシアトルツーリングでガリバレディ行った時も確か14時間ぐらい乗ったと思うんですよ。であの時540-50キロぐらいかなしたのかな。あれがね、バイク人生史上最大に疲れた日でしたね。であれが10だとしたら、疲れ度合い10だとしたら、今回は、同じく14時間で960キロ乗りましたけど、6か6.5ぐらいですね。疲れるには疲れるんですけど、全然軽いですね。超優秀です GS。 はい、っていうわけでした。眠いんで中入りますね。はい、おやすみなさい。